はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。いやー、めちゃくちゃ寒いですね。皆さんね、周りに風邪ひいてる方いらっしゃいますか？いや、タコスの周りはですね、もう咳してる人だらけです。はい、咳してる人しかいません。まあ、タコスもね、風邪ひくの時間の問題だと思うので、今の間にね、急いで動画を撮ってる最中でございますね。さて、今回はですね、何の動画撮ろうかなと考えてたら、そういえばこれやってなかったなということで用意しました。敵モブティア表でございます。はい、ということで、全員のね敵モブがいると思います。ちょっとね一部わけわからんやつ入ってるんですけど、砦のバリスタとチョロの木のね、これがねもともと入ってたんですけど、これはね省いてランク付けしていこうかなと思います。ちなみにですね、S が一番強くて、D が、弱いなっていう感じになるんですけど、これつけるにあたっての評価基準っていうのは、完全にタコスの個人的な感想が8割なんですよ。もちろんね、普段例えば弓矢しか使わないっていう人とか、あとは近接しか使わない、魔法しか使わないっていう人で、だいぶねランクの付け方って違ってくると思うんで、面白半分に聞いていただければいいかなと思います。で、もしよかったらね、コメント欄の方に皆さんがね、こいつだけはみたいなね、敵モブいたら教えてもらえると嬉しいですね。さて、それでは早速いこうか。この2つは省きまして、サーペントですね。サーペントは早速悩むな。サーペントね、でもタコスね、サーペントに船壊された経験ってあんまないんですよ。あんまりないということで C かな。C にしましょうか。 C にしよう。いや B か C かで揺れるんですけど、C でいいか。C ですかね。このサーペントですね、ステータスとしては HP400 ということで、弱点はね霜ですね。霜の矢とかが一番効くんですけど、こいつですね、皆さんどうですか？こいつですね、例えば初めて船乗るときですね、黒い森行くとか、あと沼地とかですかね、沼地行くよとかいう時に、こいつと出会って船壊されたみたいなね、トラウマ補正が強い方はランク上じゃないかなと思います。タコスはね、多分あんま壊された経験ないので、この位置なんですけど、トラウマでねもっと上に来る方もいるかなと思いますね。しかしね、中盤以降こいつのね食事で霧の地に匹敵するぐらいの食事作れるので、出会ったらラッキーみたいなね方が多いかなと思いますね。さて続きまして、この辺ですね、草原のモブ。草原のモブたちは D でしょう。さすがに D でしょう。はい。一番最初のバイオームということなので、結構ね敵も優しめでございます。イノシシだけね品質にまでいるんですけど、ネックもいるか。ネックもいるんですけど、そんなに脅威ではないかなって感じですね。イノシシがちょっと強いぐらいで、もしねどうしても初心者の方でやられそうっていう時はね、松明持ってれば逃げていくので、松明だけ常備しとけば完封できる敵モブでございますね。さてお次ですね、黒い森編かな。黒い森編いきましょうか。まず黒い森でD ランクといえばこいつですね、灰色のドワーフ。これはね黒い森でめちゃめちゃわらわら出てくるんで、D でしょう。ただ初見でね黒い森行った時は強く感じるかもしれないですけど、焚き火さえ焚いておけば逃げていくので、その観点からも D ですね。さてトロルこれC にしとくか。ちょっと怪しいんですけどね、これやっぱサーペント B にしとこうかな。いやでも大丈夫かな C で。個人的な感想なんでね。トロル C ですね。ステータス的にはね結構強くて、黒い森ですね。
黒い森の中ではダントツの HP600 ということで、まあ、弱点はねサシなんですけど、まあ、弓矢でねペチペチして倒してねっていう敵キャラになるんですけど、まあ初見はねめっちゃびっくりします。ただ慣れてくるとまあ近接でもズバズバいけたり、まあ出てきてもこいつかみたいな感じになるので、まあこの1かなって感じですね。はい。でお次ですね、埋葬室の敵モブですね。幽霊はねこれね幽霊は俺 B に入れたいんですけどね。まあ B にしようかな。でまあこれは骸骨は C で、まあこれも C かな。なんかちょっとおかしくなってきたな自分で見てもちょっとおかしいかもしれん。まああくまでねタコスが考えるっていう表なんで、まあタコス的にはこんな感じでございます。そうですね、なんでかというと、まず埋葬室だけの話をするとちょっとだけ難易度が上がってます。安全地帯ですね。埋葬室の入ったところにある入り口の段差ですね。あそこ安全地帯だったんですけど、最近ね作ったワールドとかではおそらくその段差がねなくなって普通に敵モブが襲ってきてると思いますね。いつのアップデートかわかんないですけど変更されてて、ちょっとね埋葬室の難易度が上がったっていうのと、あとはねこの幽霊なんかまず攻撃が見えない攻撃が見えないから、なかなかねパリ取りづらいっていうのと、あと頑張ってね倒しても何にも落とさないっていう点で腹立つので B です。あとはステータス的にも普通の骸骨のよりはちょっと強いので、その辺も考えて B ですね。で腐った骸骨 C にした理由は攻撃も大振りなので、特に脅威ではないですね。HP はねちょっと高いのであれなんですけど、攻撃も大振りですし、別にそんな苦労することはないかなって思うので C ですね。はい、結構時間取っちゃったな。次シャーマンとドアプルートですね。シャーマンが C、 プルート A でしょプルート A でしょ。もうタコスの中ではね結構俺こいつにやられてる時があったので、プルート A かなと思いますね。シャーマンはですねいれば真っ先に倒してほしいんですけど、シャーマン自体はねそんなに強くないです。ただこのねプルートこいつはですねシャーマンの HP が60に対してこいつ150あるんですよ。倍以上あると。で攻撃力もですね普通のこの灰色のドワーフよりほぼ倍近い攻撃力を出してきますね。でおまけにですねこいつらこのシャーマンとドワーフプルートは焚き火で逃げていかないわけですね。火に弱いんですけど焚き火で逃げていきません。なのでちょっとねスポナーから湧いたらめんどくさいっていう点で A ですね、このドワーフプルートは。タコさんね装備揃うまではちょっと本当に苦手な敵モブですね。さてお次沼ですね。沼まずはD から処理していくか。こいつソルトリングとヒルはねヒルも D でいいんじゃねえかなたまにやられる時もあるけどこいつ自体はそんな強くないでしょう。水にしかいないし。ソルトリングはねスポナーがありますね沼では。でそのスポナーをね掘ると出現しただけでやられてしまうみたいなね。皆さんご存知ソルトリングの過去をね回収するのに皆さん使ってると思うんでこいつ自体にねそんな強さはないです。でヒルもC か D が悩みましたけどそんなに強くないので星付きとかもいるんですけど陸地には上がってこないのでねハンマーでやりたい放題ですね。ということで D でお次どうしようかな。スライムいきましょうか。スライムどうだ。これスライムねC かな
こいつらもエリートもまあ一緒でしょうっていうことで C ですかね。ただこれは沼地攻略段階で毒ポーションを作ってた場合の評価ですね。多分毒ポーションなかったらこいつ A とか S とかになるかなと思うんですけど、まあ毒ポを飲んでる状態だったらまあ C かなと思いますね。はい。で次ドラグル振り分けましょうか。ドラグルね、まあエリートがまあ B にしましょう。うん。で普通の近接武器持ちの斧持ってるねドラグル C で、これね弓持ちのねドラグルこれね A にしときましょうか。トラウマ含めて。うん、こんな感じだろう多分、タコス的には。なんでかというとまずこのドラグルのね近接武器斧持ちですね。こいつはね0秒の上とかやばくなったら逃げることができるので、これぐらいの位置かなと思いますね。でドラグルエリートなんですけど、こいつのねドラグルの HP が倍ありますね。倍あるのと、あと攻撃力のね10ぐらい高いんで、ちょっとスポーンしたらめんどくさいなっていうところで B ですね。で皆さんね1回はやられたことあるでしょう。ドラグルの弓持ち、こいつにねスナイパーされて、やられることがねタコさん結構ありましたなのでそういうトラウマ含めて A ですね。特にね星付きのドラグルの弓持ち、こいつにはねもうフルボッコにされたんで、そういうトラウマ含めて A ですね。でお次レイスですね。レイスも B かなって感じですね。ドラグルと同じ HP なんですけど、火力的にはねエリートより強いです。ただ夜限定でしかねスポーンしない。最近はねちょっと昼でもなんかたまにいることあるんですけど、基本的にはね夜しかスポーンしないという点でB ですかね。別に戦闘を避けようと思えば避けられるっていうことでこの位置かな。さてお次山ですね。まずD なのはコウモリですね。襲撃だったらクソめんどくさいんですけど、普通に攻略してる分には雑魚なんでこの位置かな。でどうしよう。狼は C と B で悩んでる自分がいるぞ。B、 B かいや B でいこう。B でいきましょう。で、ドレイクが C で、ストーンゴーレム出会った時どうだ。これ悩むね。これ悩むな。でも B、C はないか B にしとくか。ちょっとめんどくさいしね。はい、こんな感じですね。でランク付けとしてドレイクはね火の矢でペチペチしたら勝手に死んでるんでC かなと思うんですけど、狼をね B にした理由は結構慣れるまで強いですよねこいつ。タコスだけかな。一応ねペットにはできるんですけど、ペットにしようと思って何回も死んだって人多くないですか。なかなか慣れるまでパリも取りづらいし、結構移動速度も速いじゃないですか。山ではねこいつにやられる機会がかなり多いと思うのでこの位置ですかね。ストーンゴーレムはね正直 C でもいいかなと思いますね。ただステータス的に結構強いのでB っていう感じなんですけど、他のモブとね敵対するので、例えば狼に襲われてる時にこいつが近くにいれば勝手にね狼と戦ってくれるので、優秀なねしもべとして使うことも可能ですね。ただいざ戦って倒すとなるとちょっとめんどくさいのでこのランクって感じですね。さて残り山辺3匹振り分けましょう。ウルブは C、 カルテストはB。これね狼男 A に入れたい。戦うとすればでもちょっと微妙やな。でも夜限定なので B かなって感じですね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じですかね。ウルブは洞窟で
めちゃめちゃいるので、そんなに強くないですね。こいつにやられることはあんまりないので C ですかね。で、まあ、カルテストはですね、皆さんね、こいつのトロフィーが欲しくて、フェンリル装備を作るのに、ボコボコにしてると思うんですけど、まあ、装備がね、あんまない状態でいくと結構やられたりするので、まあ、ウルブよりは強いという意味で B かなって感じですね。で、このフェンリングなんですけど、まあ、多分ステータスとか強さ的には A だと思います。ただ、まあ、夜限定でしか湧かないので、戦闘を避けようと思ったら避けられるっていうところで B っていう感じですかね。あんまりね、戦った方、もしかしたらいないかもしれないんですけど、まあ、カルテストよりね、HP も攻撃力も高くて、まあ、なおかつ一瞬で距離を詰める攻撃もしてくるので、ちょっと厄介ですね。ということで、この評価でございますね。さてお次、平地編でございます。平地編のボブ振り分けていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。